もこんにちは、なぎこです。最近ですね、私のなぎこ .me というドメインの自分のポートフォリオのサイトがあるんですけど、それをプチリニューアルしました。今は、ノーコードでウェブサイトを作れるスタジオっていうサービスを使って運用してるんですけど、最近クロードコードとコーデックスいろいろ使ってまして、そういった、AI と接続できないところが不便だなと思い始めてしまって、フルリニューアルして再構築し直そうとしておりまして、Figma でデザインを作っているところなんですね。ゴールデンウィーク、この前半はずっとFigma を触っていて、その作業にちょっとハマってしまってですね、とても楽しく Figma でウェブデザインをやっているここ数日間です。そして、見物の進捗のコーナーです。順調に編み進んでおりますよ。じゃん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 。ほら、ほら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 。じゃーん。ほら、もう前後。身ごろですね。前身ごろと後ろ身ごろが編み終えておりまして、前身ごろの左側にポケットがつくのでですね、ポッケを編んでいたのですが、昨日編み終わったと思ったらね、なんかちっちゃくないと思って、目数が少なく上がっちゃってる気がしなくもなかったんだけど、大丈夫そうか。こんなもんなんだね。こんな感じでポケットをつける作業をやりたいんですが、結構難しそうですね。このメルティングシャツは今まで編んできたものの中でがぜん難しいんですけど、結構丁寧に編み図にいろいろ手順が書いてあるので、丁寧に読み解いてやれば大丈夫です。はい、引き続き編み進めていきます。そうだ、この編んでるものをですね、持ち歩く時のポーチというか袋というか、コメント欄でなんかご質問いただいてたりしたんですが、この間までこのね、国用のビニールタイプのこの書類ケース、A4 サイズがぴったり入るやつ。これをね、使ってたんですよ。で、これ中に小さいポケットがあるので、ここに細々したものとかを入れてですね、使ってたんですが、セーターとかの大物だと、だんだん収まらなくなってきちゃうんですね、このケースに。なので、今は、この無印の PVC のポーチ、巾着袋を使ってます。ただこれもまたね、入らなくなっちゃいそうな予感がしますが、この後。で、細々したものはこんな感じで、これも無印の化粧品売り場にあった多分メイクブラシとかを入れるクリアポーチ。これに細々したものを入れて持ち歩いてます。前後の身ごろができたので、もうこんな感じで羽織ることができるわけなのですが、丈感はこんな感じですな。後ろが少し長めって感じかな。はい。いいんじゃないでしょうか。もっと長いかなと思ったら意外とそうでもなかったです。あとはポッケつけて、あと襟でしょ、前立てでしょ、あと袖でできますね。袖を長袖にするか半袖にするかちょっと迷いますね。そうそう。あとですね、こういうパターンを読むには紙が一番です。iPad で見たりとかもしてたんですけど、紙の方がかさばらないし軽い。そして手書きできるのが楽。めっちゃアナログです。でだ、私ですね、久しぶりに
間もなく旅に出るんですよ、海外に。ベトナムのハノイとカンボジアのアンコールワットに行く予定なんですけど、せっかくなのでですね、タムロンさんからレンズをお借りしました。Z マウントの 3500mmF2.8 っていうズームレンズ。これ今年出たばっかりのレンズでですね、先日の CP プラスで友人のカメラさんがこのレンズを使った、セミナーを行っていて、それを見てめちゃくちゃ気になってたレンズだったので、せっかくだからお貸し出しをしていただきました。タムロンさんのレンズは私数年前までソニーの E マウントのカメラ使ってた時メインのレンズとしてずっと愛用してたんですけど、 Z マウントになってからすっかりご無沙汰してしまってたんですが、今回久しぶりにタムロンレンズが使えるということでだいぶ楽しみです。っていうことで、旅に出るということは何を機材を持っていくかめちゃくちゃ迷っていてですね、もはや ZR にこのレンズをつけて動画も写真も ZR1 台でっていうのもありかなってちょっと思ってるんですよね。でもやっぱ、ZF は持っていきたい気もしますよね。どうしようかなということで迷っております。動画のサブとしてオズボケ3は絶対持ってこうと思ってるんですけど、メインのカメラをどれにしようかなっていうのはちょっと未だに迷っているところであります。で、この3500なんですけど、望遠端 100mm なのにこのサイズ感でニョキってすごいレンズが伸びるんだろうなと思って、意外とそんなに伸びないんですよね。ほら。インナーズームじゃないのでちょっとホコリとかには気をつけなきゃいけないですけど、コンパクトで旅にもぴったりだという評判なので、これ使ってみるの楽しみです。ちなみに、ニコンのこの 24120F4S っていう定番レンズがありますが、これに割とね焦点距離は近いんですけど、サイズ感はこんな感じです。こんな違いどうでしょう。ほとんど同じかな。ほとんど同じな気がする。重さは若干タムロンさんのこっち3500のが軽いですね。楽しみです。ちゃんと飛行機が飛んでくれることを祈りますが。じゃーん。ポッケがつきました。もともとパターンでおすすめしている糸よりしっかりしてるのもあって、結構ポケットの形もしっかり出ますね。糸の違いでこんなに印象が変わる。ちょっとほっこりしすぎないかが心配ですが、パターンだと次は多分お袖を編むんですが、袖を長袖にするか半袖にするか迷ってるので、先にこの前立てと襟を編んでバランスを見てから袖の長さを決めようと思ってます。なので今右身頃の前立てを今編み始めております。旅行中も、飛行機の中とかで編もうかなと思ってます。
いい感じにね、時間つぶしになるんですね、編み物は。